さあブースタースタートアップを応援します特別編が始まりました。今回はですね、アジアの今非常に注目されている台湾のスタートアップを、特集してみようと。アジアから世界へ、今続々と企業が羽ばたいているのが台湾なんです。人口は日本のおよそ5分の1。この地から世界規模のスタートアップが生まれています。日本ですごく注目されているのが半導体業界ですよね。 TSMC というですね会社が今世界的に注目されてるんですが、そしてアップルの iPhone を作ってるのはホンハイっていう会社なんですけど、これも台湾の会社なんです。というわけで今実は世界の最先端のテクノロジーを考えると台湾抜きでは無理なんですよね。そこで今回は今注目の台湾のスタートアップを経営学者入山昭恵が日本を飛び出し現地取材。おお、じゃないですか。あ、ここに来るんだ。VC なんだ。じゃあもうミスター営業。まず日本の教授はね、僕が言うのもあれなんですけど、もっと世界で戦わなきゃダメなんですよ。日本のスタートアップに必要な世界で戦うためのヒントがそこに。この番組は今注目のトピックスにフォーカスし、一歩先の未来の姿を考えるスタートアップ応援プログラムです。ブースタースタートアップ応援します。今回のテーマはアジアのスタートアップにフォーカス、世界を視野に台湾スタートアップ最前線。台湾のスタートアップを、特集してみようということなんですけどね、今ちょっとね台北の市場に来てるんですけどもね、ものすごい熱気なんですよ。見てください、このものすごい回線があって、だからやっぱりこれがね台湾のローカルの場所だっていうことですよね。現地取材する入山先生のために強力な助っ人に参加していただきます。どちらに？入山先生。あなたですか。ようこそ台湾へ、よろしくお願いします。私はアーサーです。こちらは台湾のスタートアップを牽引する一人、アーサー・ホワンさん。ハーバード大学大学院を卒業後、2005年に廃棄されたプラスチックを再利用するアップサイクル事業のスタートアップを創業。世界経済フォーラムで受賞するなど台湾を代表する経営者の一人です。台湾のスタートアップっていうのは日本のスタートアップと比べてどの辺が違うというか特徴的だというふうに思われてますか？台湾には製造業が多く、製造業が今の台湾の経済力の基盤とも言えます。そのため台湾のスタートアップは製造業の中から新たな産業を生み出そうとしているのが特徴です。さまざまな AI やソフトウェアを使い、より製造業に効率的な技術やサービスを世界に向けて開発しているんです。これやっぱり台湾ってちっちゃいから最初から世界を目指してるスタートアップがいっぱいいるっていうのが日本のスタートアップとちょっと違うところなんでしょうね。いろいろ勉強になると思います。今回はアーサーさんが世界で活躍する台湾スタートアップ2社をご紹介してくれるそうです。どんな企業なんでしょうか？というわけで台湾の台北のある場所に来てみたんですけど、アーサーさん、これは何があるんですか？まずは電気自動車の充電ステーションに行きます。あ、これですね。そうです、ここです。お、広い。こんなでっかいんだ。ここは台北市にある EV 車専用の充電ステーション。台湾の EV 自動車のシェア率は 8.3%、 日本のおよそ3倍。今急速に EV 化が浸透しています。そんな中 EV にも欠かせないバッテリーが注目を集めているといいます。今バッテリーのニーズは急拡大しています。飛行機からスマートフォンまで全てに必要です。
飛行機 Yes. スマートフォンはわかるけど、飛行機にもうバッテリーを使う時代が来ると、それを今ここで台湾で作ってるということなんですね。ただバッテリーには大きな課題があって、熱を持つとエネルギー効率が下がってしまいます。それを解決することが重要で、そのため効率的に熱を下げるという画期的なバッテリーの開発が必要なんです。バッテリーはね、熱が出ますからね。それをもうコントロールできるようなスタートアップが台湾では出てきてるということですね。そこでアーサーさんに案内してもらってやってきたのが台北市の隣、桃園市です。ここカーテクノロジーパークは主に台湾内外のハイテク企業がアジア太平洋地域に本社を置く拠点としており、生産・研究開発などを行っています。そこで世界が注目するバッテリー開発を手掛けるのが2015年創業の新モビリティです。はい。This is 你 Ida. 你好。飯田さん。This is Ida. こちらはゼネラルマネージャーの井田さん。パラダイムファクトリーって書いてあるから、本当に時代を変える工場、ものづくりをしてるっていうきっとことですよね。その通りです。私たちは独自の技術を使って世界に向けてバッテリーを開発する企業です。なるほど。早速その技術と関係するものを見せてくださるということなので、ついていってみましょおう。お、車じゃん。これはあれですね、なんか自動車のバッテリーの会社だって聞いたんで、すごい近未来的な自動車をイメージしてたんですが、これいわゆるクラシックカーですよね。確かに見た目はクラシックカーみたいですね。おお、バッテリーじゃないですか。あ、ここにバッテリー置くんだ。最新のバッテリーを積んで EV 車にカスタマイズされたクラシックカーなんです。さらにこれは私たちが開発したオリジナルの EV レーシングカーです。レーシングカー。すべて自分たちで製造しました。新モビリティが開発した完全オリジナルの EV レーシングカいや、パワーある。しかも当然電気自動車なんで快適静かで。ー EV 車も作ってしまう新モビリティ。果たして世界でも類を見ないというバッテリー技術とは。この新モビリティというのはどういうことをやってる会社なんですか？我々新モビリティはバッテリーを設計・製造しています。従来のバッテリーの冷却システムは2つあり、1つはファンなどで風を当てて冷やす方法です。もう1つは熱伝導板という熱を吸収する特殊な板をバッテリーの下に敷いておくという方法です。しかし我々の特徴は液体を使って冷却しているところです。熱を持ったバッテリーを冷たいプールに入れているようなイメージです。私たちの技術を使えば熱を逃がす能力が従来の8倍にもなります。8倍。新モビリティは特殊な液体を使って冷却。従来の8倍の冷却効果があり、世界的に注目を集めているのです。今後は AI データセンターにも我々のバッテリーを展開していきたいと思っています。なぜなら AI データセンターは情報処理に多くのエネルギーを使っていて、機械にかなり高い熱が発生していることが課題となっているからです。今のままでは熱ですぐに機能を低下させてしまうので、私たちの冷却システムが貢献できると考えています。アーサーさんは今回新モビリティご紹介いただいたんですけど、この会社のどこがすごいと思ってご紹介いただいたんですか？この技術を開発するのは
非常に難しいと思います。ブランド力に頼るのではなく、自身の技術力を磨くことがすごく大事なことだと思っています。これね、昔の日本と同じですよ。だって昔のトヨタもホンダもブランドなかったじゃないですか。だけど技術があったわけですよ。いい技術って世界中で分かってもらえるんですよ。だけどブランドとかマーケティングっていうのはお客さんの思考が違ってそれに合わせたりすることだから、実は世界中に簡単に展開できないんですね。国で違うから。だから日本が昔強かったのはやっぱりその技術っていうのに絞ってたからで、だから実は今それを台湾がやってるっていうことなんでしょうね。アーサーさんにお伺いしたいんですけど、こういうのを我々ディープテックっていうふうに日本では呼んでるんですが、やっぱりディープテックって時間もかかるしお金も開発に必要なんで、やっぱり資金調達が課題になると思うんですよね。台湾だとその辺はどうなってるんですか？起業家にとって大事なのは、投資などの環境を整えるエコシステムを構築することです。台湾には独自のエコシステムが存在していると思っています。私たちの親世代が成功させた企業がたくさんあります。そうした企業を創業したおじいちゃんやおばあちゃんなど親戚がたくさん周りにいるんです。その縁を利用して世界でビジネスを行う機会を得ることができるんです。おじいちゃんおばあちゃんなんですね。だからエコシステムっていうのはまさに本当に家族の人脈がエコシステムっていう理解でいいですか？実際僕の家族は VC になってくれました。大家族になるとみんなが VC になってくれます。おじいちゃんおばあちゃんが VC なんだ。おじいちゃんおばあちゃんがベンチャーキャピタルなのね。台湾は実はそういうファミリーの上の世代の強さで今ディープテックスタートアップが出てきてるっていうのは日本にないですね。台湾スタートアップ経営者のおじいちゃんおばあちゃん世代といえば、若い頃日本統治時代を経験、変革の時代を過ごしてきた世代。1960年代以降になると繊維産業などの発展により海外貿易で急激に経済が成長。その時に立身出世した経営者が家族に投資をするケースが多くあるとアーサーさんは言います。彼らに投資してもらって技術でなくブランドを重視するとぶったたかれますよ。いや分かった。なんかね台湾の強さ分かりましたね。だから技術とにかくブランドじゃないと、技術だっていうことと最初から世界を見に行くっていうこととおじいちゃんおばあちゃんエコシステムですよ。だからやっぱりそういう目線を持ったパートナーと日本のディープテックスタートアップも組むべきで、そういう方々にちょっとひるんだら怒られるぐらいの感じで世界に目を向けていくっていうことが日本のこういうディープテックスタートアップも大事なんだろうなっていうのを改めて思いましたね。続いて入山先生たちが向かったのは台北市の中心部です。台北では15年くらい前から自転車道路の整備をきっかけに自転車が増えました。さまざまなシェアバイクが登場しているのでこちらに行ってみましょう。シェアバイクはかなりスマート化されたサービスとして展開されています。それを実現しているのが台湾のスタートアップでもあるんです。台湾のシェアバイクサービスは2009年にスタート。今では台湾全体で9万台以上の自転車が7000箇所を超えるステーションに設置されています。今そんなシェアバイクに関連する台湾のスタートアップが注目されています。スタート。2人がやってきたのは台北市内にあるオフィスビル。ここですね。お、入り口に自転車がありますよ。こちらは今台湾から世界へシェアバイクを展開するライビットの社長マーク・リンさんです。台湾で展開しているのがこちらの白い自転車。台湾が誇る自転車製造の力を生かし、ライビットはシェアバイクの管理システムや登録アプリの開発を手掛けています。
じゃあちょっと入山先生、どんな乗り心地かちょっと教えてください。ちょっと行ってきます。いらっしゃい。おー、楽楽楽楽。いやー、快適だな。ライビットは台湾でこの自転車をおよそ3000台展開。アプリを登録すればいつでもレンタル可能で、価格は30分でおよそ50円とかなり低価格。実はそこにはある理由が。私たちは台湾の行政と契約をしていて、行政のサービスの一環として一般の利用者の方々にサービスを展開しています。だから一般によくその B2C っていうね、最終消費者向けのビジネス B2C って言って、他の企業にサービスを提供することを B2B って言いますけど、だからマークさんのところはこのムーボーっていう事業は B2 ガバメント G で、その G が C、 最終的な一般的なお客さん消費者にサービスを提供するっていう B2G2C の事業がこれやってるわけですね。行政が推進をしていることで、スタートアップは行政からの支援を得られます。その結果、消費者は安くシェアバイクを利用できるという B2G2C というビジネスモデルになっているのです。さらに、そしてもう一つ、こちらの自転車めちゃくちゃかっこいいんですけど、何か事業と関係あるんですか？私たちは今欧米の企業と契約を進めていて、現在 Google や Amazon、Apple などにこの自転車を提供しています。それらの企業は社員への福利厚生として提供していて、レンタカーのようにこの電動自転車を利用してもらっています。なるほど。海外向けの自転車は超小型充電バッテリーを内蔵した最新式の電動自転車。1台につき月額およそ2万5000円というサブスク契約で、世界トップ企業の福利厚生として利用されています。もうグローバル企業なんですね、ライビットはね。僕らの経営学の分野だとボーングローバルスタートアップって言って、生まれながらにもう国際展開するベンチャースタートアップのことをボーングローバルスタートアップっていうんです。ファームとか言うんですけど、まさにライビットは台湾だけじゃなくてヨーロッパとかアメリカにも進出しているから、まさにボーングローバルファームだっていうことですね。私たちは創業当初から世界に向けて台湾ならではの事業をやりたいと思っていたんです。いやだからやっぱりこうやって見ると、台湾がいかにねのスタートアップがグローバル化っていうのを意識しているかがよく分かりますよね。っていうかね、欲しいこれスタート。創業のきっかけをお伺いしたいんですけど、なぜこの会社を始めようと思われたんですか？私は以前シンガポールで創立したシェアバイクの会社に創業メンバーとして参加していました。運がよく会社が全盛期の時に大手企業に37億ドルで会社が売れたのです。マークさんはシンガポールでシェアバイク事業のスタートアップに立ち上げから携わり、中国の大手企業に売却。その売却資金を元手にライビットを創業したのです。まさにこれ日本ですごい求められていることで、いわゆるマークさんは連続起業家なんですよね。お金が手に入ったから、それで2社目3社目をやると前の経験値もあるし、結構ね次のもっと大きなチャレンジができるんですよ。これが実はアメリカでも起きていることで、台湾でもまさにマークさんがそうなんですよね。だから日本はね、このね連続起業家を増やすためにもスタートアップがもっといろんな会社に買収されるっていう、いわゆる M&A って呼ばれるものですね。それがすごく重要だと思うんですけど、まさにそれやられてるってことですね。ちなみにこれ海外の方でその Google とか Amazon っていうのはどうやってこういったお客さんをなんていうんですか掴んだんですか？私たちは親世代の影響を強く受けて育ってきました。昔の人たちはスーツケース一つで世界を渡るとよく言っています。だから私も起業した初日から世界の市場を狙いたいと思っていました。
最初は B2B2C で企業のドアを一軒一軒ノックして営業していったんです。運が良かったのはコロナ禍で急速にシェアバイク市場が成長したことです。これをきっかけに会社が波に乗れたんです。いや、ビジネスってそうじゃないですか。どんなに優秀でも、もう一言で言うとスタートアップってドブ板営業できないとできないんですよ。だから多分台湾はもうおじいちゃん昔からおじいちゃんの代お父さんの代とずっとドブ板営業の文化がある国なんですね。スーツケース一つで世界中のドアをノックして顧客を獲得するのは台湾では当たり前です。そういう努力をしないと上の世代からは全く相手にされないですね。努力をしたからこそ彼は知られた存在になったんだと思います。本当に肝が据わってるよ。じゃあもうミスタードブ板営業。なるほどね。すごいワードが飛び出しましたね。入山先生、アーサーさん、今日の2社を訪れての感想をお願いします。いや本当に学びが多くて、僕の最大の学びはやっぱり台湾っていうのは昔の良かった時代の日本の文化に近いものが残ってるんじゃないかなと。それは戦後ですね。その後高度経済成長期になるまで日本が発展した時も当然起業家がいっぱい出てきたわけですよね。でその人たちはブランドなんか何もないんで技術だけ持って世界中飛び回ってドブ板営業して、それでソニーもホンダも生まれたんだと思うんですよ。でただ今日本ってだんだんそういったものがちょっと薄れてきていますよね。それに対して台湾っていうのはいまだに技術を持って世界中飛び回る人たちがいて、それがお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんの代から当たり前でやってるわけですよね。それが結果として TSMC やホンハイみたいな会社を生んでいるんだなということがとってもよく分かったなと。その辺日本が学べるところはいっぱいあるんじゃないかと思うんですよね。アーサーさんどうですか、今回会社回ってみて。今回紹介した2社は台湾の典型的な企業です。新しい技術のためになりふり構わず海外に飛び出して挑戦をしています。これからも台湾のスタートアップにぜひ注目してほしいです。多分ね、日本の方にもすごく勉強になるところがいっぱいあったと思います。アーサーさんどうもありがとうございました。Welcome for it. 続いてやってきたのはコンサートなどが行われる台北アリーナ。でもアリーナとスタートアップ、どんなつながりがあるんですか？このアリーナにはスタートアップを支援する施設台湾テックアリーナが併設されています。こんにちは。ようこそ TTA へ。案内してくれるのは TTA の設立に関わった陽明交通大学のコウ教授。アメリカのニュージャージー州にある名門ラトガース大学で電気工学を学び教授を務める傍ら、今では年間100社以上のスタートアップに関与。台湾のスタートアップ界を担う重要人物です。改めてこれはどういう施設かというのを教えていただけますか？この中に6年前に設立された施設があります。複数のアクセラレーターがあり、さまざまな分野でスタートアップを支援する台湾最大規模の施設です。アリーナっていうことは普通はスポーツをやったりコンサートをやる施設だと思うんですが、そこにスタートアップも入ってるっていうことなんですか？はい、このアリーナは特別です。設立を申請するときにエンタメやスポーツ以外に特別な用途として許可を取りました。この中に面白いスタートアップのための環境を作ったんです。いや面白いですね。面白そうですね。どんな施設なんでしょうか？コウ教授、早速案内お願いします。ここには農業系から医科学系、テクノロジーや通信などさまざまなジャンルのスタートアップが入っています。つまりここに集まっているスタートアップは台湾の中でもかなり有望なスタートアップが選ばれて入っているということですか？もちろん選ばれたスタートアップばかりです。補助金が行政から出るので毎年成果を上げないといることができません。成果を上げないといられないんですね。ここはサインボードです。おお、日本の方の名前も
ありますね。中には台湾の総統など有力者の名前が。さらに私の知り合いの名前もここにあるのでびっくりしました。はい。ここに香川県の県知事のお名前もあります。やはりこの TTA は日本との関わりも結構あるっていうことなんですか？非常に密接な関わりがあります。これまで12社も日本に送り出しました。中には東京でビジネスをしている人もいますよ。いや、もうまさに台湾のスタートアップと日本の架け橋になるようなお仕事されてるんですね。 TTA はこれまで1100社以上のスタートアップを育成。主に国際展開を目的とした支援が行われています。先生、さらに奥に進みます。施設の中はどうなっているんでしょう？ここはコワーキングスペースです。これはかなり開放的なスペースですね。ちょっと驚いたのが、これそれぞれバラバラなスタートアップが入ってるんですけど、こう間仕切りっていうか仕切りすらないですよね。一個のすごい開放的なスペースになってるんですけど、これはどういう狙いがあるんですか？そもそもここは長くいるオフィスではありません。みんな3ヶ月から1年ぐらいです。そのため開放的にすることで短い在籍期間に企業同士コミュニケーションを取れるようにしているんです。ちなみにこれ家賃はここ借りたらおいくらぐらいかかるものなんでしょうか？1エリアでだいたい1ヶ月6000台湾ドルぐらいです。おー、安いですね。これやっぱりこういう新しいね、若いスタートアップはこの家賃もね大きなコストですから、そのくらい低コストっていうのはかなりスタートアップフレンドリーですよね。ここは賃料が安いだけじゃなく設備がとても豊富です。24時間空いていて、奥に行けば仮眠スペースがあり寝ることができたり、シャワー室も完備しています。他にはこんな部屋も。自由に使えるゲーム部屋。休憩はもちろん他の企業とのコミュニケーションを取れるように作られたんだそう。すごい設備ですね。それでは高教授にここ TTA に入居する注目のスタートアップを紹介してもらいましょう。ディープメンターです。ディープメンター。こちらは創業者のジャックです。台湾へようこそ。どうも、ニーハオニーハオ。2018年にジャックさんが創業したスタートアップディープメンター。HAI と呼ばれるインターネットに接続していなくても機能する AI をカメラなどの内部に取り付けられるよう超小型化する技術を持つ企業です。まずディープメンターというのはどういうスタートアップなのかっていうのを教えていただけますか？ディープメンターはエッジ AI に使うための半導体を製作している会社です。さらに AI 自体の開発も行っています。つまり AI などのソフトウェアから半導体などのハードウェアまで開発する企業です。今後ね、これ僕の理解だとこういうインターネットとか AI の世界っていうのは今クラウドといって仮想空間上ですね。例えば Amazon とか Google とかが持ってる巨大な仮想空間上にいろんなソフトウェアが入ってるっていうのが今世界の主流の考え方なんですが、今後はエッジコンピューティングといって例えば工場の機械とかお店店舗のカメラとかいろんなその現場の機械そのものに AI が入ってそこでさまざまな分析をもうその場でやっちゃうっていうのが、エッジコンピューティングがこれから来るって言われてるんですよね。でその中には当然 AI を動かすためには半導体が必要なので、おそらくジャックさんはそのカメラ現場のカメラとか現場の機械とかが直接 AI 化する時のその半導体を作る会社っていう理解でよろしいですか？はい、その通りです。過去の事例で言いますと AI の機能を防犯カメラに組み込んだり、工場での欠陥品を検出する機能を機械に組み込みました。それらがとても成功したいい例です。私たちは今後さらに AI を拡張させていきたいと思っています。
人間と機械をつなぐインターフェースを作っていきたいのです。JAXA の会社はどこが強みなんですか？ディープメンターの強みは AI の技術と半導体の技術を一緒に開発しているところです。そのため演算処理を格段に早くすることができ、そのおかげで電力消費を非常に少なくすることができます。 AI は大量の電力を必要とします。ディープメンターは AI 開発と AI を動かす半導体を一緒に開発することでエネルギーの消費を抑える AI を作り出しているというのです。ディープメンターですとどのくらい電力が削減できるものなんでしょうか？用途によりますが、一般的な環境で消費電力を 10% から 1% 程度に抑えることもできます。すごいじゃないですか。99% 電力消費量を下げられるってことですか？これを実現できている理由は、ソフトウェアとハードウェアを一緒に作っているからです。AI の企業はたくさんありますが、それを動かす半導体の技術はありません。ディープメンターはその2つをまとめる技術を持ち合わせているんです。実は今世界中の AI 企業や AI スタートアップが半導体も作りたがってるんですよね。例えばオープン AI、チャット GPT のあそこのサム・アルトマンも実は半導体を作りたいと思っている。ジャックさんはコンピューターサイエンスの博士号を持つ研究者。そんな研究者のジャックさんがスタートアップを立ち上げたのには台湾ならではの背景がありました。2017年から台湾では AI と半導体を開発するという計画が進められました。ちょうどその頃、私は大学で研究をしていたのですが、起業すると行政のサポートが受けられると聞いて会社を立ち上げたのです。いや、もう台湾の行政が後押ししてるっていうことですね。台湾の大学には海外で学んだ教授がたくさんいます。彼らの多くは海外で起業し、その経験を持ち帰って台湾の大学で教えているんです。いや、そうなんですよね。台湾は実はスタンフォードとかああいうところに留学して博士号を取って、でその後そこで実際にアメリカで起業される方多いんですよね。その経験を今台湾にまんま持って帰ってきてるから、そういう文化作れてるんでしょうね。こちらのね TTA というこの高先生が作られた素晴らしい施設に入られてるんですけど、どうですか、実際入られてみて TTA に入ってよかったと思われてますか？ここは本当にいい場所で環境が素晴らしいです。実際に起業しようと思ってもほとんどの人が上手に起業する手立てを知りません。ここには多くの先生やアクセラレーターがいて、私たちの起業や経営を手助けしてくれました。高先生、やっぱりこのスタートアップにただいてもらうだけじゃなくて、高先生、高教授とかのような方がかなりスタートアップにアドバイスをされてるんですね。そうですね。私たちアクセラレーターにとって重要なことはまさに手助けをすることです。特に経営者の起業家精神を育成することが大事です。会社が成長するには企業との協力、そして海外での展開が必要です。そういった面をサポートする上でアクセラレーターはとても重要です。いや、僕が今日すごい学んでいるのが、もうね、やっぱり台湾っていうのはここにシリコンバレーそのものを持ってきてるんですね。よく日本だともういろいろスタートアップを盛り上げたい関係者がシリコンバレーを日本に作りたいって言うんですけど、いろんなね施設もあるしお金もあるかもしれないけど、やっぱり一番大事なのってシリコンバレーで経験したことがある人がいることなんですよ。それがなくてシリコンバレーって作れないんですよね。だけど台湾はまさにいろんな人をもうシリコンバレーやスタンフォード大学に送り込んでて、そこで本当の経験をしてきた方がいっぱい戻ってきて、そして JAXA のような方にアドバイスするから、本当にそのシリコンバレーを持ってきてるんですよね。そこのシリコンバレーっていうのはお金じゃなくてやっぱりその考え方、マインドセットとか空気感だと思うんですよ。だからそれがやっぱり、ね、台湾の今の強さなんだなっていうことが改めて分かったんですけど、あそこの施設、僕も先ほど言って驚いたんですが、すごく開放的ですよね。でいろんなそのスタートアップの間の仕切りもないんですけど、
ああいうその開放的な空間っていうのはどうなんですか？若いスタッフはとてもやりやすそうですね。みんな真剣に働くようになるというメリットもあるんですよ。他の会社の人たちが見えるところにいるので、自分も努力しないといけないという気持ちになります。他の会社の人と仲良くなったりとか、逆にそこからちょっと新しいビジネスのアイデアをもらったり協力するようになったりとか、そういうこともあるんですか？そうですね、本当によくあります。実際に私たちは台湾の企業だけでなく、施設内のアメリカの企業とも交流があります。給湯室や食事のスペースでの雑談から自然に生まれて、そこから協業の機会が生まれるんです。なるほど、ありがとうございます。素晴らしい環境ですね。そしてここからは高教授と入山先生が台湾と日本のスタートアップについて話し合います。TSMC もそうですし、ホンハイもそうですし、なぜ台湾からこういう会社がいっぱい出てきていると思われますか？台湾は多くの文化が存在します。スペインや日本、中国からさまざまな文化が入り、我々はアメリカに留学することも多いです。そして日本の職人精神からアメリカの革新的な思考など、それぞれのいい部分を取り入れて、台湾ならではの起業家精神が作られてきたのです。今日本って実はアメリカとか、海外に留学する方が減ってきてるんですよね。だからこういうところをちょっと私は心配してるんですけど、高教授はいかがお考えですか？日本の問題は国の大きさにあると思っています。ビジネスをする上で十分なマーケットがあります。そのため多くの企業が国内での発展に重きを置いていると思っています。一方、台湾はマーケットが大きくないので、必然的に海外に出ていかないとビジネスの未来はないと考えています。そうなんですよ。高教授が日本の大学の先生をやっていて、同じような立場でいらっしゃったら、日本のスタートアップを盛り上げるためにどういうことされると思いますか？日本を国際化できるかどうかは、先生たち自身の国際経験の深さにかかっていると思います。例えばアメリカに留学して海外とのコネクションを作り、日本にそれを持ち帰る。企業や研究にはとても役立ちます。日本に足りていないのはそういう考え方ではないでしょうか。そうなんですよ。その通りなんですよ。そうなんです。もうまず日本の教授はね、僕が言うのもあれなんですけど、もっと世界で戦わなきゃダメなんですよ。その学力がね、支えてるわけじゃないですか、その国だったり地域を。だからそういう意味で大学教員ってすごい重要なはずなんですけど、もっとまず世界で戦えと。でもちろん理系で優秀な先生は研究者としては戦ってるんですよ。だけどまさに高教授のように向こうに行っていろんな学者とネットワーク作って、産業界とネットワーク作って、でスタートアップを育ててっていう、そういう人がほとんどいないんですよ。なんでアメリカのスタートアップが多く世界的な会社になるかというと、アメリカというのは世界で一番競争が激しく、英語が標準語なんで、最初からアメリカで勝つと世界を狙えるんですよ。だからアメリカは強い。台湾も同じように、逆に最初から世界を見るから、世界前提で皆さんが物事を考えている。これが圧倒的に差なんですよね。いかにこの我々の考え方を変えて、最初から世界を目指す、生まれつきながらのグローバルのスタートアップというのを作っていくかどうかっていうのが非常に重要なポイントになってくると思いますね。もう台湾も全部生まれてる会社がボーングローバルスタートアップなんで、それが圧倒的に日本と台湾の差だということが改めて今回分かったと思います。Okay, Thank you very much. どうもありがとうございました。ありがとうございました。大学の教授同士盛り上がりましたね。そして最後に入山先生が TTA にメッセージ。ブースターなんで、ブースト台湾&ジャパンと。先生お疲れ様でした。今回台湾に来てみて、初めはね、台湾ってスタートアップ最近盛り上がってるよな、どんな感じなんだろうぐらいの感じだったんですけど、いやイメージ全然変わりましたね。台湾全体で、しかもその深い社会とか歴史、
そこから一丸となってスタートアップを盛り上げてるっていうのがとてもよく分かりましたよね。2000万人ぐらいの人口だからこそ、もうとにかく最初から世界を向いて世界に出ていく。でそのためにはブランドじゃなくて技術なんだと。そしてその技術をお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんの代から世界中ドブ板営業して、あるいはシリコンバレーに行って戦ってきて、そういった方の蓄積で今また若い方が世界に出ていこうとしている。こういうですね、全体の一丸となった、歴史と文化と仕組みがあるから、今 TSMC やホンハイのような企業が台湾からどんどん出てきているということですよね。そう考えると日本というのはこれから人口が減っていき、市場もさらに小さくなっていくわけですから、その時にこの台湾から学ぶことはとても多いんじゃないでしょうか。